さあということで今回は富士山に行ってきました。新宿駅からバスターミナルで2時間ぐらいかな。そこからさらに一番最初は花の都公園というところに行ってきました。お花畑ですね。近くには富士急ハイランドなどがあります。6分ぐらいのビデオとなっておりますが、楽しんでいっていただけると幸いです。それではスタート。さあ1日目ということで、バスタ新宿から高速バスを使って行ったんですけれども、料金がなんとたったの2000円で、こんな金額で富士山まで行けるなんてすごくいい時代になったものですね。そうこうしているうちに花の都公園に到着しました。無料のエリアもあったんですけれども、有料のエリアが確か5、600円ぐらいでした。ネモフィラを見に行ったんですけれども、思ったよりもあんまり咲いてなくて少し残念でした。行った時期が少し悪かったのかもしれません。室内の庭と売店があったので立ち寄ってみました。行った時間が遅かったので結構ガラガラですごい居心地が良かったです。写真は撮ってないんですけれども、中でアイスクリームを食べました。店員さんが気さくでとっても楽しかったです。その後は他のエリアも回ることにしました。あまり時間がなかったので急いで駆け巡っています。本当に人が少なかったので、こういった動画もゆっくり撮ることができました。ここが有料エリア清流の里の一番奥にある明神の滝です。映像だとなかなか伝わらないんですけれども、横幅10メートルぐらいあるみたいで結構でかくて迫力がありました。この後帰路に向かっています。途中で洞窟を発見したので入ってみました。どうやらここは1000年以上前の富士山の噴火によって形成された場所みたいです。中は非常に整えられていました。思ってた以上に短かったんですけれども、それでも特別な体験ができました。この時間になってくると結構天気も悪くて雨が降りそうだったので急いで進んでいます。閉園ギリギリまでいました。バスも逃すと危なかったです。さあ2日目なんですけれども、2日目こそは富士山を見ようということで、河口湖駅から徒歩で20分ぐらいのところにあるロープウェイに向かいました。その後すぐ下にあった遊覧船にも乗ってみました。2日目をご覧ください。やっぱりめちゃくちゃ天気悪いですね。正直富士山は全く見えなかったです。まあでも河口湖の周りを歩いているだけでもすごく楽しかったですね。さあロープウェイに着いたんですけれども、ご覧の通りめちゃくちゃ人が多くて、ゴンドラの中はめちゃくちゃぎゅうぎゅうでした。2、3分ぐらいのゴンドラに乗ると山頂に着きます。奥に曇っているのが富士山です。残念ながら見えませんでした。晴れているともう少し綺麗な景色が見れたかもしれませんね。河原家というおみくじみたいなものがあったのでやってみました。真ん中に入るととてもいい縁に恵まれるみたいです。もう少し進むことができたので進んでみました。より高い場所から富士山を見たい方はこちらまで来るといいかもしれません。ということで山頂の売店も楽しみつつ、遊覧船の時間が迫ってきたので下に降りることにしました。帰りのゴンドラは窓側の席を取ることができたので、ここから河口湖を一望できました。曇っていますがめちゃくちゃ綺麗ですね。ということで最後の遊覧船です。こちらはあっぱれという船らしいです。だいたい2、30分ぐらいの船旅となります。富士山の写真が撮れなかったので他の写真を撮っていました。曇っているおかげでなんかすごくエモくなりましたね。河口湖にかかる河口湖大橋の下をくぐって帰路に向かいます。お土産を買って帰りました。
富士山駅に向かう途中、雲が奇跡的になくなって富士山の頂上まで見ることができました。近くに外国人の人もいたんですけれども、みんなでめちゃくちゃ盛り上がっていました。今年の運は全て使い果たしたかもしれません。ということで、1泊2日の富士山への旅行は以上となります。楽しんでいただけましたでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。